まあ、15万キロぐらい走ってるこのフィットでね、2万円ぐらいのねカスタマイズで、果たしてどれぐらい効果変わるのかっていうね。 GT ウィングなしで走ってタイムを測って、ありで走って、タイムを測ると。ギアのね安定感とかブレーキングとか多少変わると思うんで、その辺とかちょっと乗りながらね検証していきたいなと思ってます。さあいよいよ着きましたよ、激安 GT ウィングなんと1万円ですからね。ちょっと後ろがてかすごい。はい、ということでですね、無事、ウィング着きましてですね、富士スピードウェイの方にやってきました。こちら見てください。フロントのカナード880円ですよあとはもうですね、ここに横につけたこのエーモンさんのこの清流のね静音フィンなんですかね。そして今回のメインのねダーン GT ウィングGT ウィングこれはい一応中華製でございます多分ね、見てくださいこの付け方ね、ボルトで穴開けちゃって、なんですかこれコネクションロッド、コネクションロッドね、これだけだとさすがにねちょっと取れちゃってもいけないんでね、ギアのスポイラーに無理やりつけてるんで、だからここにだって結構な空力のこうやっぱ荷重かかるだろうから、やっぱりこれだけだとやっぱ頼りないんでね、一通りはい完成しましたと。これで合計いくらですか？これで合計なんと2万円いかないかなぐらいですかねGT ウィングが1万円ちょい、でカナード880円、でエーモンさんのこの静音のやつは1000円ぐらいですね。あとなんとエアクリも今回ちょっと変えてます。はい、これ HKS のこのスーパーエアフィルター、もうなんかスーパーついてる時点でなんかすごそうだね。エンジンに強いってね2万円だから、本当に学生さんが1日のバイト、マジで頑張ったらいけるぐらいの金額です。あえて高いウィングじゃなくて、学生さんとかカスタマイズできるような金額感で、まあ、15万キロぐらい走ってるこのフィットでね、果たしてどれぐらい効果変わるのかっていうね、一回 GT ウィングなしで走ってタイムを測って、ありで走って、タイムを測ると。空力のなんかデータみたいなのが出てんだっけなんちゃって CFD 空力解析、なんかすごいねこれなんかちゃんとしたこの CFD のほらね、このフィット120キロで大体どれぐらいのねダウンフォースが生まれるのかみたいな、これどうしたのこれ？これはチャット GPT ですね。チャット GPT すげえなこれ。ちゃんとした開発の人がこう出してきたようなギアの空気の流れがこうですとかさ、すごいよね。はい、では早速、走行の方やっていきたいなと思います。まずはウィングなしの状態からね、行ってみたいと思います。行ってまいります楽しんでくるね。よし、じゃあ行ってます。まずは、ウィングついてない状態ね、ウィングのついてない状態から行ってきます。まずはねこうタイヤこうチェックしながらね、1万円のウィング多分効果あると思うてか効果なかったら悲しい。1万円でもいい、1万円分でもいいから効果を体感したいよ俺は。さあ果たしてねこの15万キロフィット、前回もねちゃんと元気よく走ってくれましたけども、今回もねちゃんと走りきれるかどうか皆さん注目してくださいね。さあまずストレート1本目ね、もう今メーター読みで今180超えましたよ。速い、フィット速いな。さあ1コーナーのブレーキングどうかな。おお結構今回いったよブレーキ。いやーこの DCT がいいね、やっぱね楽しいわ。さあコカ・コーラコーナー、ここもいいね。さあ 100R からヘアピン、ここもまあなりだねさあこの後、富士のセクターさんに飛び込んでいきますけども、さあこっからだね、上り区間頑張って。
頑張って頑張って。めっちゃうなってるエンジンが。この上り区間はね、やっぱりエンジンが非力だからちゃんと出口に向かってアクセル踏んでいけるよう状態にしとかないとやっぱねタイム稼げないんですよ。さあこれで1周目計測。ゴーゴー。さあこれでどうかな。まず計測1周目。イエイ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 さあもう一周いくよ。やっぱねちょっとハードブレーキ踏むと後ろがグッてこうやっぱ浮くね。まあブレーキ踏むとやっぱフロントがノーズダイブするんで後ろがグッてリフトするんだけど、ちょっとやっぱ一瞬ブレーキ不安定な感じになるね。さあここは車いないんで綺麗にコカ・コーラコーナーもねあんまりボトムスピード落とさないようにね飛び込んでいきます。そして 100R はこれぐらいの車だともう本当にあんまりアウトインアウト意識しない。ずっとクリップつくような感じだね。エアピンもあんまり突っ込みすぎず出口重視。さあいい感じに立ち上がってきたよ。さあセクター3、ここもちっちゃく立ち上がってね。2個目。さあ頑張れ頑張れフィットおばあちゃん頑張って頑張って。もう必死だよねこれね。人間でこのね富士のセクター3走るとまあ昔ママチャリグランプリってママチャリで富士をね走るっていうレースが毎年1月に行われてんだけど、そこでここ走るとまあ坂きついよ。さあ最終立ち上がってこれで計測2周終わりですね。さあこの後ピットに戻っていよいよウイングつけます。よっしゃ、とりあえずクリアで2周走ったよね。でこのフィーリングを踏まえて次ウイングつけたらどうなるかね検証してみたいと思います。よし、じゃあこれでウイングつけますか。じゃあはいお疲れ様です。よしとりあえず元気だね。とりあえずこの間走った時よりもほら菊池が元気いいって言ってたじゃん。エンジンが良くなってる気がするね。あ、よくそうです。オッケー、じゃあウイングつけよう。こんな感じで取り付けつきました。つきました。もうバッチリね。ほら見てちゃんとつきましたよ。さあまあこれで果たしてどれぐらいねその効果があるかをちょっと今から走ってチェックしていこうかなと思います。はい、じゃあ行ってきます。さあいよいよ着きましたよ。激安 GT ウイングなんと1万円ですからね。これで果たしてどれぐらいの効果があるのかね、皆さんお楽しみください。ひょっとしたらこの1万円で劇的になんかブレーキがね良くなる可能性もあるし、いややっぱ変わんねえよみたいなねまあそれはこの後お楽しみでねいこうかなと思います。いきますよ。ゴーゴー。さあ果たして風の抵抗は感じるのかな。今160キロですね、メーター読みで。
ちょっと後ろがてかすごいなんか今までちょっとリアふわふわしてたのが150超えてきてからすごい止まってる。1コーナーのブレーキも踏んだ時のリアの浮き上がりがちょっと減ってる感じがする。なんかブレーキの安心感がちょっと増えたね。いいね。いやこれ結構効いてるな。正直ちょっとフロントのカナードはちょっと分かりづらかったんだけど、やっぱりちょっと富士の 100R に来てるけど、やっぱちょっと後ろのダウンフォース増えた分ちょっとアンダーステアちょっと増えてるね。確かにやっぱちょっとだけ全体的に加速がちょっと鈍いというか、加速鈍いってわけじゃないな。ちょっとやっぱ重い、多分ダウンフォースでちょっと非力なエンジンな分やっぱちょっとなんだろう、加速感がさっきよりもない感じはするけど、ただブレーキングはすごいいい。なんか後ろがやっぱ落ち着いてギュッてねこう抑えられた状態からブレーキ入れるから、リアの安定感は全然増してる。今ダンロップコーナーブレーキ踏む時も全然良かったもん。はい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 。なるほどね。じゃあもう一周いきますよ。2周目次。はい、2周目いきます。いや120キロ超えてきたらやっぱ後ろ収まりがいいね。すごいおとなしく、なんか今までなんかちょっとふわふわ感があったのがウイングつけたことによって落ち着きがいい。全然違う。なんかねリアがビターっとしてる。150超えてきてから余計に感じるそれを。いやあとやっぱブレーキ一発目全然違うね。めっちゃ安定してる。いいね。やっぱちょっとこの辺はやっぱ 100R とかは、いやもうフロント結構泣いてるけど、結構やっぱアンダーつらいね。全然クリップ外しちゃった今。もちろんねタイヤも最初の2周と比べれば温度もね内圧も上がってきちゃってるんで、若干のそういうね同条件かって言われたらそうじゃないんだけど、多少は違いがあるね。よいしょ。確かにね。オッケーオッケー。ちょっとこの周あれだね、ちょっとまとめきれてないね、うまくね。もう一周だね。しかも後ろからすごい集団来ちゃった。行ってみんな行って行った後に僕はもう一回タイムアタックします。いくよ、ラスト。いやでもこれ本当130超えてきてからのやっぱリアのこの
なんだろう、スタビリティ、安定感は全然いいね。安定してる。いや全然違うもん。ブレーキもめっちゃ安定してるもんね、1コーナーね。さっき同じように 100m ぐらいでバーンって踏むとリアが一瞬動いてムズムズってするんだけど、それがなくなった。いい感じだね。やっぱブレーキングには効果あるんだね。まあコーナリングはねさほどだね。若干高速コーナーがちょっとアンダーっぽいかなっていう感じ。でもブレーキングに関してはやっぱり全然良くなってますよ。富士のセクター3ぐらいのなんだろうね、この、だいたい80キロぐらいのコーナリング、80キロ100キロぐらいのコーナリングだと市販車レベルだとそんなに効果としてはわからないね。体感あんまりないですもん。ただストレート走ってる時の130キロ以上、あとブレーキング時は全然違うね。OK、わかりました。とりあえずね、コメントは、エンディングの時にします。はい、ありがとうございました。平さんどうでした？はい、いやー相変わらず楽しかったですよ。15万キロのフィットまあまあ走ってくれる。楽しかったマジで。それ率直な意見と、あとはウイングありなし、気になるでしょ。ありますね。めっちゃ効果あった。びっくりした俺も。ストレート走ってて、130キロ以上になってくると、ウイングなしの時ってちょっとした路面のこのうねりでこう車がふわふわしてたんだけど、ウイングつけるとそれが収まる。だから誰かがずっとこうリアをこう押し下げてくれてる、要はダウンフォースだよね。ずっと感じれるた。だから多分その分ちょっとトップスピードは落ちてるかもしれない。やっぱこれぐらいのエンジンのパワーだと要は力がないんで、多少はやっぱストレートスピードは落ちてるかもしれないけど、それ以上に安定性が増したね、高速域での。でそこからのブレーキング一発目バーンって入れた時に、やっぱウイングない状態だとやっぱリアのこのリフト、ブレーキ踏んでちょっとパンって浮いてリアがこうモゾモゾってするのがあったんだけど、ウイングついてるとそのモゾモゾがないね。ドンって踏むとグッってこう収まりがいい。リアの押さえつけが強いんで、リアがとにかく安定してる。だから高い速度からのブレーキングがめちゃくちゃ効果が感じれたね。あとは140キロ以上の高速巡航っていうか速度域になるとリアウイングの効果をすごく感じた。富士でいうと 100R とか栄光などちょっと速い速度のコーナーあるじゃないですか。あそこでは若干やっぱそれがネガティブな方向に行って、ちょっとアンダーステア、要はリアが安定しすぎちゃってフロントがちょっと逃げるようなフィーリングには若干はなったけど、このフィットの速度域ぐらいだとそれはほんのちょっとの差。それよりも高速の安定性とブレーキングの安定性がものすごく増したんで、いやなかなかやるな1万円の中華製ウイングみたいなね。おおなかなかやなと思いましたね。これぐらいのウイングでも効果があるってことは体感できました。あとエアクリがいいのか、前回僕がしばき倒した後にエンジンのフィーリング良くなったって言ったじゃん、
あれのせいなのか確かにエンジンは元気になった。おお、なんかレス速くなってますね。レスポンスポンって踏んだ時のポンって一発目の踏み出なんかレスが良くなってるんで、まあもちろんその後ねやっぱ空気吸うフィルターが良くなって余計にねエンジンも良くなってるちょっとタイヤの見たいっていうコメントがあったんでちょっとタイヤの方見てもらいたいんですけど、まあ普通にエコピアね前回使った感じで、まあ、溶け方としてはまあしっかりとここまでサイドまで使えてますねって感じで、まあ走ってるけどそんなにね溶けてはますよ。溶けてるほらこうやってところもね熱いっすよ。まあまあ熱いっすよ。あ、本当だ、熱いですよ。絶対街中ではなんない温度でしょでまあ言ってみたらねこの左側のタイヤの方が富士ほら右回りなんで左側のタイヤの方がしんどい思いしてると思うんだけど、まあでもこんな感じ。スポーツ走行30分走ってここはもう溶けてて熱がめちゃくちゃ入ってるね。後ろはでも、はい、FF の車だから別にそこまで。そうですね FF だから後ろは全然ですね。後ろはこんな感じ。まあ前後この間から入れ替えてはいるんだけどタイヤ自体はね、まあでも後ろのやっぱりダメージっていうか摩耗は少ないですよね。2万円の DIY でここまで効果を体験できたんで僕としても楽しかったですし、見せかけじゃないよって。普段こう高速道路でねやっぱ120キロとか新東名だと120キロぐらい出せるじゃないですか。っていうとこ行ったら効果は全然体感できると思うね。まああとはねそれ以下はもう全然効いてる感じしなかったんであれなんですけど、首都高ぐらいだったら体感できない。そうですね。まあでも新東名です。車線変更する時とかに効果が体感できる。効果が体感できるか、新東名でこうちょっとこう路面が悪いところとかでこうふわふわってなった時のリアの収まりがすごいいいかもしれないね。GT ウィングは大成功ということで。大成功だと思います大成功か大成功じゃないかはもうこの再生数がどんだけ回るかですかね。そうですね、はい、これまた好評だったら次第3弾第3弾なんかいろいろコメントも僕来てて見ててウィングつけたりとかね、あとタイヤちょっともうだいぶ来てるんで、もう終わりですねこれ。もう終わりだよねだから次は、やるとしたら、はい、タイヤ激安タイヤ買ってきて激安タイヤのスポーツタイヤ系みたいなね、はい、果たしてどれぐらいタイム上がるのかみたいな、なんかそれも実験できるっていう。それはもうこの再生回数が回るか回らないか、最初の10万回1ヶ月で約10万回ぐらい回ったじゃないですか、はい、あれを超えるレベルで、はい、ウィーンって上がったらいけます。なので皆さんよろしくお願いします。皆さんいいねと高評価、いいねと高評価、いいねと高評価、そしてチャンネル登録もねお願いします。皆さんと共に作っていく。そう、皆さんの再生回数次第ではこの車がどんどんなんかもう変わってきちゃう。なんだったら最終的にレースに出るかもしれないみたいなね。15万キロのエンジンで15万キロのエンジンでレース出てみたら果たしてみたいなね。それも面白いじゃん。面白いですね。ね、だから年末ぐらいまでにはひょっとしたらこの富士のなんか草レースに出てるかもしれない。でその時にはセッティングがとかやれタイヤがみたいなことを言ってるかもしれないし、視聴者の皆さんと一緒にこの車をね育ててもらって、レースを見てもらって、はい、っていうのがなんかできたら嬉しいですよね。いや面白いですね。楽しいしね、はい、だからそういった感じの企画になればいいかな。これはね今回のね動画を見てもらって、たくさんのコメントと、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします、はい、ということで今日は、富士スピードウェイから15万キロフィット GT ウィングつけてみての検証をやってみました。また次回の動画でお会いしましょう。